マクドナルドで働くドナルド。トランプは本当に国民にどういうふうにアピールすればいいのかって誰よりうまいなと思うし、左寄りの人たちが今どんだけイライラしているのかということについて今日お話しさせてください。スティーブ的店のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。始まる前に一言ちょっと言わせてください。この素敵なブレイスレットは日本社厩舎集会である日本人の家族の娘たちからいただいたものなのでめちゃくちゃ気に入りです。ありがとうございました。先日、ペンシルバニア州に行ってる時のトランプが前もってマクドナルドで働いてみたいと。なぜそれしようとしたかっていうその話の背景には、ちょっと前ぐらいにカマラ・ハリスが自分の働いた経歴にマクドナルドでやったことを彼女アピールしようとしていた時があった。その話になって、その時点から、本当なの？初耳じゃないでしょうか？トランプも含めて証拠があるのってそれが。ただ言ってるだけじゃないかっていうことが証拠がない、写真もないし、80年代の話なのに写真もない、どこのマクドナルドなのかという出てこない。カマラ・ハリスは誰にその時を話してるかによって合わせていく、以前も言ったようにカメレオン。その時誰かに対してもっとアピール、自分はマクドナルドの経験があるよというアピールするために言ったことが、実際にトランプがそれの話にうまく乗っかってマクドナルドで働いてみたいなと思ったトランプが面白いなと思う。暗殺未遂のあったペンシルバニア州のあるマクドナルドに行くことになりましたよね。すんごいイメージ、本当に印象に残るような場面なのをちょっとご覧ください。I wouldn't mind this job. I like this job. I think I might come back and do it again. Thank you. Look at that. Mr. Look at that. How Wow. are you? Thank you, Mr. President. Nice to see you. How you doing? You made it possible for ordinary people like us to meet you. You're not ordinary. I mean, thank you You so much for are not everything you're ordinary. I doing. can see. We pray for you, and you are the type of person we want to be the president. Thank you very much. Thank you so much. So nice. トランプはね、もちろん、えらいお金持ち、本当にもうマクドナルドで働いたことはないんだけど、国民とうまい感じで、本当に一人一人とうまい感じで、ネクタイしながらでも、スーツのスラックスに入ってたとしても、なんか変に見えることはないんですよね。ナチュラルに見える、本当に国民よりのお金持ちの元大統領なんですよね。窓にドライブスルーに来た人たちからのコメントもどうぞご覧ください。Mr. President, Yes. please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll keep it Please, good. please, please. We're going to make it better than ever, okay? Thank you. Thank you. Thank you. It's a That's- pleasure, Mr. Compliments President. of Trump. Yes. Have a good time. Thank you so much. Thank you over there. Thank you. Oh my God. Have a good time. Thank Nice to you. see You you. too. Bye, Nice to darling. see you. ブラジル人の女性の言ってたことは印象に残りますよね。ブラジルから来た移民です。ブラジルみたいにこの国はならないようにお願いしますという言葉。そしておそらくインド系の方もトランプに頭下げて本当に感謝もうお祈りさせていただいてますということは。これね、このことが、あと実際にそれやって国民の仕事とか国民は本当にどんだけ苦労しているのかというもっと理解できるように言ったトランプともう一つの目的もあった。自分はね、仕事終わった後15分で終わったかもしれないんだけど、カマラ・ハリスより15分ほど長くマクドナルドで働いた経験があるということも言えますよね。終わった後の左寄りのマスゴミのリアクションがこんなにフェイクなことがトランプが大丈夫なの？頭がおかしいんじゃないか？フェイクマクドナルドに行ってポテトフライの作りさえもできないこの人は本当にフェイクというフェイクニュースたちがそういうフェイクという言葉を取り上げちゃうんですよね。マスコミがね、怒ると、特にすごい反発すると、そこにもすごい意味がある。いや、トランプがね、うまいことやりましたよね。すごい彼らの気に触ることが彼が上手にもう仕掛けた
やったっていうことなんですよ。もちろん、フェイクというの中で大統領、今の副大統領、誰でもあのレベルになると、ある程度、事前に、このマクドナルドに大統領を連れてきます。ここでこれやりたいんですかいいですかっていうのはないと、セキュリティの面、警備の面、いろいろな意味では、テロのある中では大統領の無事。カマラ・ハリスはやることも全てはフェイク。そのフェイクというか、作られた環境の違いを比べてみると、一般人とうまくコネクションが取れるトランプと、一般人と全くうまくコミュニケーション取れない、同じ英語かもしれないんだけど、うまく伝わらないハリス。そこの違いなんですよね。はすごく大きいと思う。トランプに印象的なイメージとして撃たれた後、暗殺未遂の時の最初のね、耳が撃たれた後、血が流れながら立って、手を上げて、ファイトのイメージが誰も忘れられないイメージなんですよね。もう一つは今回のマクドナルドでお客様に提供している、渡しているトランプのイメージは一生忘れられないんだろうな。少なくとも選挙までそのイメージは消えないと思う。そして本当に普通に働いてるああいうバイトの人たちから見ると感謝のことじゃないですか。いや、バカにされてるんじゃないのってマスゴミが言うんだよね。あなたたちみんなバカにされてるとかっていう。カマラ・ハリスは行けばよかったんじゃないのその経験があるとかって言って、もう経験のあるハリスは言ったら楽勝にできたこともそれできたんだけど、誰も何もバカにしている、バカにされてることはない。やきもちしていると思う。ああいう動きのできる、リアルに作られた環境の中で、リアルに人とのコミュニケーションが取れるトランプと、何を仕掛けても、どんなにマスゴミは自分よりが言っても、追求されなくても全くできない。うまくアピールできないハリス。2週間切りましたよね、選挙まで。あとわずかしかない中では、最近の流れ、この大体1週間前からいくと、トランプは上がってます。ハリスは少し下がってるんじゃないかというふうに、いろんな世論調査の結果次第で、それぞれが違う。それぞれが本当にどこまで信用していいのかってわかんないんだけれども、トランプの波が来たんじゃないかということが、感じているアメリカ人は少なくはいないと思います。ちなみにトランプはマクドナルドでバイトとかしながら、カマラ・ハリスは何していたと思います？自分の周りに超有名人、バラク・オバマ、そしてディゾーという、俺はあまり詳しくないんだけど、有名な女優さんなのかなと一緒に行ったり、他の有名人と一緒に行ったりするコースと、一般の国民と一緒に時間を過ごすトランプ。その違いに大きな意味があると思います。その大きな違いが見えてきたアメリカ人も少しずつ増えてるんじゃないかと思います。ところで今日私は投票してきました。テキサス州、他いろいろな州で、州によるんですが、本日期日前投票ができたんです。州によっていつからそれできるのか違うんですが、テキサスは昨日からできるようになったので、私は今日早速行って投票をしてきました。すごい気持ちいいことだと思うし、これからの政治、これからアメリカのためにやっぱり投票しなきゃ。期日前投票というのは、数年前から、もう結構前からいろいろなところあったんですよね。それまでは選挙日にみんな行って、並んで、待たされて、こう言って、投票するというのはあった。いろんなリフォームとか、いろんな変わってきた中で、その事前の投票っていうのもできたんですが、州によっては、場所によってはシステムは違うんだけれども、テキサスは昨日からはできるようになったので、ところで共和党よりの人たちが、もともと昔からその日に、選挙日にバーッと行く人たちが、それも共和党、右寄りの人たちの動きは今までそうだったんですが、今年から早めにできる日からも行ってやってくださいと。なぜかというと、まず証拠が残る。事前にちゃんとやりました。その証拠があります。もう一つ、選挙日、当日になって何が起きるのかな？どういった事件が不思議なハプニングがあるのかな？突然またインクが消えた。突然またデータセンターのデータが
パッとなった。またWi-Fi のネットワークが消えたとか、何があるのかわからないので、それも当日にそうなったらもう遅いということなので、事前に、昔は共和党の人たちそれよりの考えではなかったんですが、やっぱりうまく左寄りの人たちがそのシステムをうまく利用してきたからこそ我々も合法的なので、期日前投票というのは私の周りの人たちと、みんなが同じことを進められているので、私早速今日行ってきました。今度の動画でもうちょっと詳しくアメリカの投票システム、そしていろいろ本当におかしいなって、なんで左寄りの人たちがこれいう考えなのか、身分証明書がなくても投票できることが、左寄りの人たちの一つの大きな、信じられないでしょ、日本人は。身分証明書がなくても、アメリカ国民で明らかに証拠できるものがなくても、自分の身分のあれがなくても投票できるようなシステムをどんどん進めている左寄りのことについて、後ほどお話したいと思うので、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。もう選挙、もうあと2週間以内なので、選挙前に10月26日、日本時間、オンラインのセミナーが行われます。そのセミナーは私ゲストとしては出ますので、説明欄の方にそのセミナーの内容とセミナーの登録の仕方も書いてあります。無料なんですが、事前にセミナーの登録が必要になるので、チェックしてみてくださいね。そして選挙日の日にライブ配信をやりたいと思っております。ご興味のある方がいらっしゃいましたら、コメント欄の方にお残しください。ライブ配信、選挙の日にやったら面白いかなと思うので、スペシャルゲストも何人かも呼んでみたいなと思いますので、チャンネル登録と、あとよかったら特典的にもスティーブンのメンバーにもまたスペシャルでお送りしますので、メンバーシップの方のご検討もよろしくお願いいたします。皆さんあとわずかなので、自分も1票も今日入れてきました。日本の選挙も27日なのかな。皆さんぜひ投票してください。自分の周りの友達と投票することはすごい大事なので、国民としてもみんなやりましょう。すごい重要な一つのことです。よろしくお願いいたします。じゃあ次回、まで日々前進前向きにやっていきましょう。よろしくお願いします。では